皆さんこんにちは、おゆきです。5層ボスステージのクリア参考例です。所持している秘宝にステータスアップ系は一つもありませんが、必要な条件として同時配置可能人数プラス1以上を入れてます。理由は舞台の裏側でステータス強化が入っているからです。縛りプレイをしない限り、このような秘宝所持状況を作る方が難しいですが、秘宝所持状況を全く考慮せず、オペレーターさえ揃っていれば誰でもクリアできる攻略を目指しました。ランダム要素が高い強力な効果を持つ秘宝の所持状況によっては、この動画の編成よりもっと楽にクリアできると思うので、同時配置可能人数プラス1も必須条件ではありません。アレンジが得意な方はいろいろとアレンジしてみてください。ローグライクは作戦中リトライできないので、5層ボスのステータスや詳細は一時停止をして確認お願いします。大陸版ウィキを参考に補足を加えてます。それでは編成の紹介です。まず第一条件として、動画のように秘宝なしの場合、速射手をクルース、地面アタッカーをミッドナイトとかに変更しても火力不足なので、秘宝所持状況に合わせて変更をお願いします。まずは必須枠の幽竜チェンとスズラン。幽竜チェンは1から5層すべての攻略動画で使用しているので、あえて代用可能な枠には入れてません。スズランはボスをブロックしない戦法において最も適したオペレーターです。超減速と脆弱効果で秘宝なし分の火力を補ってくれます。高台アタッカーは速射手優先です。バルーン対策と右で回ってる赤い敵の処理。この動画では赤い敵の処理もエクシア1人でこなします。エクシアのような強力な速射手がいない場合、追加でもう1人高台アタッカーを配置するのもいいですが、配置人数制限を気にする必要があります。地面アタッカーは中央ルートの雑魚敵と秘宝なしの場合、ボスに対する追加火力です。昇進2のソーンズが使えるなら、このように配置するとバルーンも含めて倒してくれるので、バルーンと観客の神経ダメージによって防衛が崩れることを防いでくれます。ぜひ参考にしてみてください。医療、戦法、重装は低レアでも構いません。元素回復ヒーラーに関しては、絶対に失敗したくないという方向けに保険として使用しているので、秘宝で強化が入っていれば、通常のヒーラー1人で事足りると思います。残り耐久値がなくて、神経ダメージを気にしたくない方は元素回復ヒーラーを編成してみましょう。それでは実際の攻略映像を流します。まずはコスト回復薬を配置していきます。フェン、そして天人化。天人化は、コスト回復能力は高いんですが、やっぱりスキル発動中ブロック0になって、敵がすり抜けてしまうので、天人化を使う場合は、この後ろにね、ブロック役が必要になってきます。そしてエクシア。エクシアはこの右をぐるぐる回ってるクリムゾンシンガーの処理ですね。あとミニバルーン対策です。ソーンズはさっき編成画面で軽く説明したんですが、ステータスアップ系の秘宝がないっていう状況なので、雑魚敵の処理役、そしてボスの、火力調整役っていうような形でね、ソーンズ使ってます。幽竜チェーン。幽竜チェーンは説明するまでもないですね。幽竜チェーンじゃなくても全然クリアはできると思うんですが、私はね、このステージにたどり着くまで幽竜チェーンをずっと使ってきてるので、あえて変更する必要はないかなっていう感じです。そしてスズラン。スズランも説明しましたね。そして高台に元素回復ヒーラーのマルベリー。もちろんハニーベリーでも OK です。ここにね、マルベリーとか、ヒーラーがいると、すごい安心できます。ソーンズスキル溜まったら即打ち。このタイミングで左上の盾持ちが歩いてくるんですが、耐久値かなり高いので、ここで一回ホリデーストーム使います。じゃないと、天人化とかでブロックしちゃうと、天人化がね、死んじゃうってことにもなってくるので、しっかりと溶かしておきます。で、コストに余裕がもうある程度ありますね。もうここあたりまで来たら、コスト回復役は撤退させて、追加のヒーラーとヘイト調整役としてビーグルを配置します。これでちょうど配置可能人数が0なんですが、プラス1。この動画通りにするならプラス1必要ということですね。ただヒーラーは1人減らしてもいいかなっていうところはあります。言ったらその秘宝の所持状況次第ですね。私はもう何回も言うようですが、秘宝なしなんでね、この動画は。で、
この辺になったらユーリューチェンのスキルを止めます。次はボスが来た時にホリデーストーム打ちたいのでしっかりとチャージします。そしてここからボス登場ですね。ボスの詳細は前の画面でしっかりと説明文入れてるので、見てないって方は今からでも遅くないんで一時停止をしてね、見ておくことをお勧めします。そして盾持ちをブロックした時にビーグルスキル使ってます。使えるものは使っておきましょう。で、ソーンズも2回目のスキルが発動してます。ボスが歩いてきて、ちょうどユーリューチェンの範囲に入る時にホリデーストームとスズランの S3 で減速脆弱かけながら追加火力としてソーンズ、これで溶かします。溶かしますって言っても結構ギリギリなので、どれだけね秘宝の効果がすごいかっていうのを身に染みましたね。攻略動画作ってて、この状況で配置人数が余ってて追加火力を編成するのはいいんですが、地面オペレーターの場合は注意が必要ですからね。すり抜けてしまうんでね。おすすめなのはユーリューチェンの上のマスに遠距離からでも攻撃できるシルバーアッシュの新銀山とかスルトのラグナルクがおすすめです。この辺はね、もう余裕があったら使ってみてください。ここら辺は道中でも使えるので、招集しても損ないと思います。ボスさえ倒してしまえば、このステージはもう気にすることはほとんどないので、あとは見ておくだけですね。一応、盾持ちが来た時に、ビーグルのスキルとか、あとスズランのスキル、回転回ってきたら撃つとかね、この辺使っておいて、あと、目を隠して笑っている通常攻撃の時に神経ダメージを与えてくる、敵いるじゃないですか。敵の対策なしだと、神経ダメージが蓄積して爆発してスタンして、耐久値なかったらすり抜けてみたいなね、戦役失敗みたいなことにもなるんですが、元素回復ヒーラーを入れておくことで、その心配もねなくなります。では次はステータスアップ系の秘宝未所持で原則のスズランや元素回復ヒーラー不在のパターン、ボスをブロックする戦法です。正直あまりおすすめしないんですが、次に紹介するボスをぐるっと一周させる戦法よりはいいかなと思います。ただ、同時配置可能人数に余裕がないとブロックする枠がなくて積むので、この動画では初期状態からプラス2でやってます。それでは見ていきましょう。ここから動画を見ている方もいるかもしれないので、同じように説明していきます。まずブロックできるコスト回復薬のフェン。そしてコスト回復能力は高いが、スキル発動中、敵がねすり抜けてしまう天人化を配置します。でエクシアは右でぐるぐる回ってるクリムゾンシンガーの対策ですね。あとミニバルーン対策です。で次はソーンズ。ソーンズ配置してコスト溜まったらエイヤフィアタラを置きます。さっきはねここにスズラン置いてたんですけどね、今回いないんでエイヤですね。でエイヤのイラプションは、開幕すぐに打てるので、ここもったいないので使っときます。左上の盾持ちを溶かしておくことで真ん中ルートが楽になります。まだちょっと重装とか置けてないんでね、重装とかヒーラーとか置けてないんで、こことかしておくとすごい楽になります。ユーリューチェン配置で回復役のフィリオプス、今回はね元素回復のマルベリーとかハニーベリーがいない、なおかつお宝所持状況も微妙で火力も足りないっていう、ことを想定した攻略ですからね。このような状況で、上からマドロック隊が出てくると、この遠距離攻撃でね、エクシアとかが死んじゃうっていう可能性も出てくるので、ヘイト調整してあげないとダメですよね。言ったらフィリオの回復が入ってないんでね。なんで、普通の医療とかでもいいと思います。その元素回復がいなかったら。
はい、先方を撤退させて、ヘイト調整できるようにスポットはこの位置に置きました。で、回復重装なんで、回復もしてあげる。そして、この攻撃してくるときにね、神経ダメージを与えてくるこの目を隠して笑っている敵も対策してないと厄介な敵になってくるので、もう結構ゲージやばいですよね。スポットの産地がもう結構やばいです。そして右下にボス登場。こうなってくると、一つの対策としては、耐久値が余ってたら敵を通しちゃうっていうのも戦法ですからね。これ覚えておいてくださいね。無理にオペレーター配置しまくって焦らないように耐久値を確認してみてください。ここからはボスが歩いてきます。ボスをブロックする戦法ですね。ここで一時停止します。ボスブロック戦法ですが、動画とは違う場所の方がおすすめできそうなので、別の配置例を挟みます。この位置だったら、1と2のブロック役が倒れても、ボスが進む距離が稼げて余裕ができるので、操作がしやすくなると思います。はい、今、配置可能人数がもう1人だけしかいないので、これだとダメなんですよ。言ったら、クラウンスレイヤーと同じで、オペレーターをすり抜けた先にオペレーターがいないとブロックできないので、2人必要なんですよね。はい、ここで2人必要なんで、あんまり私はおすすめしないかなっていう感じではあります。はい。で、クラスでムーブからのブロック、そして火力を叩き込む。で、言うてもね、ボスの攻撃も強いので、こう弱いオペレーターとかは順番に倒されていくので、しっかり差し込んでいきます。こういう弱いキャラを使うんじゃなくて、ボスをブロックする戦法でおすすめなオペレーターは、さっきも説明しましたけど、遠距離から攻撃を開始できるシルバー種の新銀山とか、あとスルトのラグナロク、あとケルシーですね。ケルシーだったらソーンズの下の高台に上向きに配置して、幽竜チェンの上のマスか右上のマスにモンスターを置きます。そんでね、確定ダメージで、ボスを削るっていうような流れなんですが、こうなってくると、同時配置可能人数まだ必要になってきますし、そこまでのプラス3とかそこまで要求するのはちょっと難しいかなと思うんで、あんまりおすすめしてないんですね。なので、私個人的に一番おすすめなのは、ボスをブロックしない戦法。次におすすめなのが、今動画で流してた、ボスをブロックする戦法。で、その次におすすめなのが、ボスをぐるーっと一周回らす戦法ですね。そうなってくると、耐久値とか、あと、操作が複雑になってきますので、しっかりとね、その攻略も見ておきたいって方は、次ね、今から流しますので、チェックお願いします。では次は、ステータスアップ系の秘宝も微妙で、ボスがぐるっと一周回ってしまったパターンです。箱が壊されたルートの雑魚敵を通すだけの耐久値が必要です。編成もボスに対する火力は幽竜チェンのみで組んでます。それでは見ていきましょう。今回はあえてボスに対する火力は幽竜チェンのみで組んでるので、さっきみたいにソーンズとかエイヤがいないっていう状況ですね。お宝所持状況からして、まずその1回目でボス削り切るっていうのは難しいですね。今回はコスト回復役が天人かしかいないので、誰でもいいんでね、コストの軽いブロック役で時間稼ぎします。天人かでコスト回復ですね。で、今回はソーンズいないんで、ちょっと違うバージョンでね、配置してみます。エクシアを配置して、ヒーラー配置。ちょっとここ悩んでるんですけど、失敗したら終わっちゃうんで、悩んでるんですけど、まずは元素回復のマルベリーを配置。で、ここもちょっと悩んでるんですけど、もう真ん中ルートに対する火力がなさすぎるので、幽竜チェーンを配置したいんですね。幽竜チェーンを素早く配置しておかないと、真ん中ルートが壊滅しちゃいます。右でぐるぐる回っているクリムゾンシンガーを倒しておかないと、真ん中ルートに来た時に壊滅してしまうので、エクシアは先に置きました。で、幽竜チェーン配置。で、コスト溜まったらクルース配置。クルースはミニバルーンの処理。ミニバルーンの処理ちょっと遅かったんで、神経ダメージ撒き散らしてるんですが、今回はマルベリーがいるのでまだ楽です。
で、ヒーラーのフィリオプス。そしてグム。はい、ここまで来ると、とりあえず、幽霊チェーンのスキル貯めておくのもったいないので、この盾持ちだけ処理しておきます。盾持ちを処理したら、幽霊チェーンのスキルはストップ。ストップさせて、ボスが来るまでに再チャージを完了しておきます。結構余裕かなとか思ってたら、案外やっぱり真ん中の火力がなさすぎてね、結構きついんですよね。そして、この真ん中の上から出てくる目を隠した笑っている敵、この敵が出てきた時に、自分の編成に元素回復のヒーラーがいない時は注意してくださいね。こんな感じでブロックして攻撃食らい続けるとスタンしちゃいますから、ここは気をつけないとダメです。真ん中の火力がなさすぎるっていうのもあるんですが、だからスタンする前に溶かしちゃうか、スタンする前に、神経ダメージ回復するかの、もうどっちかの選択なんでね。そしてボスが右下に登場。今回ボスをぐるっと一周させる戦法、攻略なんですが、ちょっとでもブロックしておくと、追加ダメージを与えることができるので、もし同時配置可能人数に余裕がある方は2枠開けときましょう。そしてここ、もう真ん中ルートの火力なさすぎて、さっきみたいにソーンズとかいないんでね、火力なさすぎてやばいんで、ユールチェーンのスキルを早めに打ちました。ホリデーストーム早めに打ちました。できましたね。ファントム来ましたね。で、もう今回はね、無理と思ってるんですが、あえてちょっと実演しますね。こんな感じで、ブロックしておくと、2人いると、移動した先にオペレーターがいてブロックできるっていうような流れになるんですが、ブロックしてるオペレーターが弱すぎて、あんまり意味はないです。ただ、ちょっとでも減らせてますよね。まだちょっとでも減らせてる。はい、こうなると、ボス一周パターンですね。やってきました。ボスを一周させましょう。こうなると、耐久値がある程度必要なのと、ちょっと複雑操作になるんで、しっかりとね、頭の中でシミュレーションしてから、挑んだ方がいいと思いますね。はい、ボスが箱を壊して、瞬間移動した瞬間に、分身っていうか、後ろのね、死神みたいなん出して箱が壊されると。真ん中ルートの火力役はもう幽霊チェーンしかいないので、次ね、ファントムが来るまでにスキルをチャージしておきたいので、スキルをストップさせます。はい、この左上の盾持ち、こいつは通します。しょうがないですね。ぐるっと回った時には、この高台にいるオペレーターがボスの範囲攻撃に巻き込まれて死んじゃうってこともありますし、こういう感じでマルビリーが死んじゃうと、神経ダメージを回復してくれるヒーラーもいなくなって、真ん中が敵に通られまくると。こんな感じにもなってくるので、耐久値が必要になってきますね。ただ言い方を変えれば、耐久値さえあれば、オペレーターと秘宝が結構最低限であってもクリアできるので、見ておいて損はないのかなと思いますね。はい、そしてこの右下から出てくるクリムゾンシンガーのルートも変わって青マスに直行します。バルーンも青マスに直行と。もうここまで来たら、あと残り雑魚敵は8体なんで、もう無理はしない。耐久値残ってるから。で、ホリデーストーム。このホリデーストームを打ち込んだところで、このボスは回避持ちですから、結構しんどい場面もありますね。ボスの詳細わからない方は一番初めに説明しております。はい、ここでちょっとしたコツなんですけど、火力が足りない時にグムをすり抜けてしまったらもう終了のお知らせなので、一回先にクラスレムーブを起こさしときます。ここでね、先に天人化を差し込んですり抜けさせてから、その先にグムがいることで、ある程度時間稼げるんで、一回ね、こんな感じで差し込んでおきましょう。そしてもう雑魚敵は通して、ボスに集中、そしてクリアっていう形になっております。
それでは5層ボスステージの実況解説動画終わります。今私はローグライクレベル140でカンストしてていろいろなアレンジが思いつきますが、初見の時はかなり苦戦しました。この動画が少しでも参考になれば幸いです。クリアできたよって方はぜひコメントで教えてください。今後の励みになります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。